皆さんどうもこんにちは。アーティスト兼音楽プロデューサーの富田海人です。ドクター海人富田チャンネルになりまして1本目の動画です。よろしくお願いします。今日はオフィシャルヒゲダンディズムさんの新曲チェスボードという曲を演奏しながら解説していきたいと思います。こちらは今年の NHK 合唱コンクール90回らしいですね。中学校の部の課題曲になっています。3部合唱の方も YouTube で聞いたんですけど、原曲と比べると結構違う部分があったので、もし時間があれば別の動画で合唱の方もね、楽譜を買って取り上げたいなとか思ったんですが、今日はヒゲダンさんの原曲の方をね、解説していきたいと思います。僕も中学生の時 N コン実は出てまして、僕野球部だったんですけど、ピアノでよく借り出されてたんで、野球部引退してからかな、N コンで弾きました。まあそんな僕の思い出話はどうでもいいんですけど、ということでね、鍵盤をアップしてやっていきたいと思います。ちょっと移動しましょう。行きますよ。この曲は G メジャーっていうキーで、 G メジャーっていうのはこの7個目の音がシャープに、 F の音がシャープになるキーですね。最初こういう G メジャーの和音でスタートして歌がすぐ始まりますね。 A メロの部分をまずピアノで弾いていきたいと思います。こんな感じで始まりますけども、これがいわゆるカノン進行っていうやつになってまして、カノン進行っていうのはこういう風にこう隣同士に下がってってね、で最後上がる進行を言って、これは J-POP の中ですごくたくさんある進行なんですけど、カノン進行について詳しく喋ってる動画もあるので、詳しく知りたい方はそちらを見てください。最初はもう完全にそれです。どんどん下がってって、で次がね面白くて、これです。これは何なのかっていうと、もともとこう全音下がったとこう途中の部分でね半音が挟まってくるんですね。その後ここの D に下がってくるから、この e マイナーと D の間の和音ですね。この和音がこの曲結構出てくるんですけど、この和音っていうのが実はね、この曲 G メジャーなんですけど、 G マイナーっていうこういう暗いキーから借りてきたコードっていうので借用和音って言うんですけど、ちょっと切ない響きになりますよね。それが幸せと悲しみの市松模様っていうのがすごいしっくりくるなって思うんですね。幸せと悲しみの市松模様はそのどこかで息をする。6度がフラットになること結構今回多いです。この後もたくさん出てくるので。次の2回目の A メロ、王様もいないとこはほぼ一緒なんですけど、最後の終わり方が実は違くて、わかりますかね。さっきはこうだったんですけど、今回はなんかちょっと暗くなってますよね。D にさっきは C が乗ってたんですけど、今回は D に C マイナーが乗ってる状態で、これがまさに G マイナーの借用和音になってるので、これ暗くなってます。でこの E フラット、6度のフラットが出てきたら、これはだいたい5度に降りていくと思っていいと思います。さっきもこうベースが降りていったんですけど、今回もこう降りていく感じになってますね。ちょっと歌について僕思ったことがあって、藤原さんの歌い方なんですけど、
いつもだったらもうちょっとこうかっこよく語尾で息を吐くのを、毎回やるぐらい多用して歌うことが多いんですけど、今回の曲は結構フェードアウトで終わる語尾もたくさんあって、それがなんかねすごい優しい雰囲気になってるっていうのと、ちょっとこう合唱っぽい歌い方になってるんじゃないかなと思います。すごい微妙な違いかもしれないんですけど、いつもだったらもうちょっと息吐いてるなってとこがフェードアウトでするとこが多いなと今回思いました。で、次の B メロ。まず B メロの進行っていうのがどうなってるかっていうと、さっきは1度からこう下がってたのに対して4度スタートになってますね。でその後ね、ベースだけちょっと見てほしいんですけど、ちょっとどんどん高くなっちゃったけど、1個目が4度で始まって、その後下がってからベースがこういう風に同じ距離感で4度で上がってきてます。これがいわゆるドミナントモーションとか言ったりもするんですけど、 b マイナー e マイナー a マイナー d g で c みたいな。これをやるとどうなるかっていうと、緊張して解決するっていうのが結構繰り返し起こるんですね。緊張して解決する、緊張して解決する、ここも緊張でまた解決するみたいな、こう緊張解決ってこうなるんで、さっきはなんかこう横の流れが綺麗な音楽だったんですけど、今回は縦の音楽に変わってってます。推進力が生まれてくるので、サビに向かってこう盛り上がっていく B メロ、こういうアプローチをすることがすごい多いですね。特にヒゲダンは。2行目は繰り返す不時着の数だけ増えるメモリーで、これなんですけど、最初は4536っていう J-POP で最も多い王道進行っていうのがあって、それのアレンジバージョンでできてます。王道進行だとこういう感じになるんですけど、これがまずこれですね。コードは変わってるんですけど、ベースがこのままにいることによって C 分の D っていうコードになってます。でこれがここに行こうとしてるんですね。そうなるとどうなるかっていうと Bm7 っていうコードになって、最後は多分ねマイナーでもメジャーでもない気がするんですけど、サス4っていうんですかね、この3度が4度に上がってる感じに僕は聞こえます。そうするとなんて言うんだろうな、こう暗くならず、こうなんかセカンダリードミナントみたいに明るくなりすぎず、ちっちゃくのってこうちょっとそれを保留することができて、数だけ増えるここは a マイナーが A に明るくなってメモリー、これが D なんですけど、ずっとベースはここ7度の音がねナチュラルにフラッとするっていう感じになってますね。この下がることでね、やっぱりさっきもそうなんですけど、ちょっと悲しくなるっていうか切ない響きになるので、メモリーって記憶ですよね。なんて言うんだろう、楽しい記憶もそうですけど、こう悲しい記憶もね一緒に蘇ってくるというか、これ一体何なのかっていうと、何ミクソリディアンって言って7度がフラットのスケールがあるんですけど、これって全部発見なので、この C メジャーに転調してる4度のキーに転調してることが多いんですけど、例えばプリテンダーとかね、
シャープにしなきゃいけないのにこう7度フラットになっててね、この4度に転調してるんですね。部分転調してるんですけど、今回はねそれよりは何て言うんだろう、どんどんこう音が加工してってるっていう感じの持ってき方だと思います。いずれにしてもこの7度フラットを使うことはすごいヒゲダンは多いと思います。で次なんですけど、 A メロのメロディーと全く一緒なんですけど、サビみたいな感じの構成になってるんですよね。そこがちょっと不思議で、でも A メロっていう構成で捉えることもできるんですね。ちょっと人によって解釈違いそうですね。僕は結構サビの解釈で言います。だけど A メロのメロディーだから次に B メロが来ても今までと同じ感じに聞こえるよねっていう感じなんですけど、アレンジが結構盛り上がるんでサビっぽい。でさらにサビっぽくなるのが、その B メロの後に2番のサビが来るんですね。なんですけど、それが歌がオクターブ上に上がるんで、すごいサビっぽくなる。でもやっぱそれもメロディーは A メロと一緒なんですよね。ちょっとそこの流れをやってみましょうかね。こういう風に D メロっていうのかな、この場合ちょっと C メロとも呼べると思うんですけど D メロに向かっていくんですよね。ちょっとこう終わり方が2番いろいろ違くて、 B メロのとこは小さなひとまずそこであなたに会えたゲームは、歌難しいですね。めちゃくちゃこんな感じで終わり方が変わってて、ゲームは続いてく。こうサビが1オクターブ上がってるので、そこに対してこう盛り上げてってる感じがしますね。さっきよりねアレンジもこう細かい縦のノリになってきてます。サビも終わり方が違くて、さっきはこうやって E フラットが出てきてたんですけど、今回はB マイナーでこうなるんですよね。ちょっとこう我慢してる感じで、そうここに上がんないメロディーがここで B マイナーでちょっと我慢して、でその後ね E フラットが出てくるので、そこと被らないようにもなってますね。その後のね D メロすごいいいですよね。なんか大サビみたいなところに行くんですけど、すごいかっこいいんですよ。ここが実はさっき言ってた借用和音でね使ってた G マイナーっていうキーに転調してます。 G メジャーの時に普通は G にこう上がっていく時ってこうやって上がっていくんですけど、これがこうなる時があるんですね。これがまあいわゆるマリオ進行っていうんですかね。マリオで使われるコード進行なんですけど、これがね G メジャーの時でも結構使えるんですね。っていうのを利用して、これは本当は G マイナーのダイアトニックなんですけど、
そこから引っ張ってきて g マイナーに転調しようとしてると。こういう風に終止形を使って転調するっていうのがすごく一般的で、転調について話している動画があるので、詳しく知りたい方はそちらを見てほしいんですけど、からこそつまずいた、進めずに引き返した、そんな日にも芽生えてる。これが B フラットメジャーと g マイナーの2-5番が出てきてるんですね。そう出てきて、その後にこれね、これは B フラットの4度ってここなんですけど、ここのシャープ4度がシャープになったところの和音で、これヒゲダンがよく使うんですけど、4度シャープマイナー7フラット5ですね。でこれがだいたいこう下げると4度に行くんでね、こういう風になっていくんですけど、次は d マイナー G、C マイナーってくるんですけど、これはね C マイナーへの2-5バーになってて、 C マイナーに部分転調してます。なので歌のメロディーがで、ここがフラットになってるんですね。 B フラットってここフラットじゃないんですけど、 C マイナーのフラットなんですけど、つまりこの B フラットメジャーからするとこう7度の音がフラットになってますよね。さっきも7度フラットが出てきたんですけど、今回も出てきてるんでね、結構ヒゲダン7度フラットを使うことが多いのかもしれないですね。これで最後ね、ここで G メジャーに戻っていきます。 C マイナーまではこの G マイナーの音を使ってるんですけど、急にG メジャーの音を使い出すっていう感じで、これもまた終止形でね転調してるって感じになってます。これが同主調転調っていうんですけど、同じ主調って書いてね、 G メジャーと G マイナーの終止形は一緒なのでね、転調しやすいっていう意味で最近の J-POP は本当にこれがたくさんありますね。ここの D メロが G マイナーみたいになることによってちょっとこう雰囲気が G メジャーより暗くなるんですよ。だから一回こう音楽のテンションを暗くすることができるんですね。まあ起承転結の点みたいなところが作れるんですよ。でそれでこういう空気感を出しておきながら、こう G メジャーに解決するとすごく明るくドラマチックに解決する感じがするんで、この美しい緑色っていうのがすごく明るく感じる、ドラマチックに感じるんですね。ちょっとその美しいのとこを弾いてみましょうか。すごい。そしてチェスボードみたいなこの世界、こうやって大合唱から一人に急になるんですけど、それが結構僕の解釈だとすごく良くて、この大合唱のとこがなんて言うんだろう、みんながこうわーっている感じがすごいして、みんなと同じ場所にいるっていう一体感がある部分になってると思うんですけど、そこでチェスボードみたいなこの世界、急に一人で歌うので、歌詞も結構そんな感じがするのかなと思ってます。別れてもまたあなたに出会えるかなっていう気持ちになってるっていうね。この大サビはこれはね実はねカノン進行なんですよね。カノン進行の進化形になってます。 G から本当はこう下がるとこう別のとこを経由してくるみたいな感じになってるんですよ。
E マイナーへの部分転調っていう意味で D シャープディミニッシュっていうのが出てきたり B7 が出てきたりしますね。あとは、C メジャーへの転調で D マイナーみたいなのが多分出てきてる。D マイナーだと思うんですけどね、あそこ。2回目の美しい緑色のとこ。あとは大丈夫かな。ちょっと質問あったらぜひコメント欄でお待ちしてます。最後ちょっとでもキリが悪いんで弾いて終わりましょうかね。こうやって終わっていく感じですね。最後のね、あそこのかなここがめちゃくちゃ高くて、僕はね、もうファルセットではいけないですね。ホイッスルボイスになっちゃうかな。息っぽい感じで裏声で上がっていけるのがね、本当にすごいなと思います。ちょっと戻りましょうか。そんなわけで、チェスボードを解説していきました。かなりヒゲダンの中でもキャッチーでね、中学校の部例年そんな感じなんですけど、このチェスボードに関してもかなり親しみやすく覚えやすい曲調になっていて、中学時代にぴったりな楽曲になってるんじゃないかなと思いました。あとこのチャンネルは今までカイト富田チャンネルだったんですけど、ドクターカイト富田チャンネルにリニューアルしまして、このチャンネルでは音楽の解説をメインにアップしていく予定です。そして僕のオリジナル曲などはもう一個別で新しく作ったカイト富田チャンネルがありますので、そちらの方をぜひチェックしてみてください。評価とコメント、チャンネル登録もお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。